皆さんこんにちは。まゆずみゆずと申します。ネットカルチャーと作ることが好きな喋る肉の塊です。音声は、声フォントスタジオのミリアルちゃんを使用しています。透明感のある可愛い声がお気に入りです。今回は、前回に引き続き、最近 VTuber デビューされた超次元アイドルクロリアのハロウィンイラストを描いていきます。本動画は20分以上あるので、飛ばしてみたい方は、ぜひタイムスタンプをご活用ください。お二人の衣装のテーマである不思議の国のアリスと、季節のテーマ、ハロウィンを掛け合わせた世界観を、室内のインテリアとして落とし込んでいくのがとても楽しかったです。そして、本イラスト制作に使用した 3D キャドソフト、シェイパー3。インテリア、小物制作で大活躍するのも見どころです。お楽しみください。では始めていきます。早速バラの入ったティーポット、トランプの裏面のような絵の椅子、トランプが添えられたティーカップなど、とにかく配置したいものを頭に浮かんだ分だけ描き出していきます。どれをどこに配置するのかを考えるのは後回しです。なのでラフでは描かれているけど、完成イラストではデザインが変わっていたり、配置する場所がなかったので、やむなくボツになってしまった小物もあります。丸テーブルが浮かんだので、丸テーブルを中央に配置し、二人がお茶会をしている構図に決定しました。フェルルネさんは静かにバラの紅茶を飲んでいて、サンさんは現時点ではかぼちゃのタルトを食べています。最終的にタルトからマリトッツォに変更するんですけどね。テーブルの中央にはかぼちゃ型のケーキスタンドを描きました。お茶会とかぼちゃを見事に掛け合わせた本イラスト一番のお気に入りポイントです。ケーキスタンドのモデリングだけをまとめたショートムービーも作成したので、ぜひそちらも見ていってくださいませ。背景を描いていきます。空の色は壁の紫色と対の色になるように緑色にしました。窓から覗く景色では月が浮かんでいて、コウモリが飛んでいますが、冷静に考えてみると、この色では何時なのかわからないですね。二人は、この時点では、茨でできた椅子に座っている設定だったのですが、設定からして座りづらそうに感じたので、花びらの椅子に変更しました。しかし、茨はどこかに取り入れたかったので、カーテン止めにしました。外す時を考慮していないデザインですね。と説明をしているうちに、いつの間にかシェイパー3で、E の作業に入っていますね。今は窓を作っています。スイッチで配信しながら作業をしていたら、リスナーさんに窓枠の一番下は幅が大きい方が自然だとアドバイスをもらいました。確かにその方が自然に見えますよね。アドバイスに圧倒的感謝。次に作るのはかぼちゃのケーキスタンドです。一本曲線を描けばこんな感じにパイプ状に変換してぐるっと複製して形が出来上がるんですよ。すごすぎませんか？ちなみに今作られているケーキスタンドは資料を見ないで制作してるので形が適当なんですよね。一体どこからこのカゴの中にお皿を入れるつもりなんでしょうね。隙間からお皿をねじ込むんですかね。ティーポットの作成です。同じくラインを描いてくるっとさせてサクッと本体を作成しています。シエイパー3で E は工業用の 3D CAD ソフトなので製品を手軽に作れて作られたモデルを元に設計図まで作れちゃうんですよ。やばいですね。さらにおそらくポリゴンで形作られてないので輪郭も滑らか。クリップスタジオに持って行った時に綺麗な輪郭抽出ができるんです。そしてこれら全ての工程が iPad だけで完結しちゃうなんて素晴らしすぎます。VTuber のサントリノムちゃんのデザインや漫画夜桜カルテットを作られた安田鈴人さんも私のようにシェイパー3でイートクリスタを使用して漫画を描いています。同じシーンが連続する漫画の背景制作では大活躍ですよね。カップを作り終わった後、ケーキスタンドの形状に違和感を抱いた私は、資料を参考にちゃんと作り直すことにしました。違和感に気づいてよかったです。今はラインを書き直している最中です。先ほどのパイプは中心から 0.00 何ミリかずれていたんですよね。
完成イラスト見ても誰も気づかないと思うのですが、嫌だったので書き直しています。中心に揃うべきものは、ミリ単位で中心に揃えたいと感じるのは、デジタルクリエイター RR でしょうか。そして、鶴状の取っ手をニルッと作成して、実用的なケーキスタンドの完成です。今制作しているのはバラの花びらです。ティーポット、カーテン、椅子の座椅子、あらゆる場所でバラは使われています。椅子の足を作ったんだから、せっかくだし座椅子も作ってしまおうと考えたのですが、プロダクトデザイン用のソフトであるがゆえに、花びらの形状が正確すぎてバラみたいにならず、結局手書きで対応することにしました。再びケーキスタンドの登場、お皿を作っています。このケーキスタンドですが、改めて大きさを確認したところ、高さ約73センチメートル、半径約39センチメートルありました。数字で言われても、大きさはいまいちわからないと思うのですが、タリーズの机の面積が、このケーキスタンドを置くだけで埋まるくらい大きいです。なぜ、ここで、タリーズの机が出てきたかというと、外出中、シェーパー3で E の AR 機能を使い、画面越しに、そこの机の上に置いてみたからです。でかすぎて笑いました。ついでに言うと、ティーポットも、机の6分の1を占めるバカでかいサイズでした。ティーポットを持つだけで筋トレができそうですね。配置した 3D モデルの色ごとに色分けして塗っていきます。最初は、一つ一つ拡大縮小を行い細かく塗っていたのですが、塗りたい色以外のモデルを、オブジェクトモードで非表示にして不透明度選択を行えば、バケツで一気にまみれるんじゃないかと思いつき、やってみたらうまくいきました。余談ですが、この作業は、電車で通学中に行いました。最初の苦労は何だったんでしょうね。小物の影の色ですが、クリスタの環境光ですでに落ち影がついているのにまた塗るのがめんどくさかったので、シェーダーをデフォルトからトゥーンに変更して影をパッキリ分け、グラデーションマップを用いて、同じ色の小物の影を一気に変更しました。さらに、レイヤープロパティで境界線を作成して、輪郭とハイライトを書き足すことで簡単に手書きっぽくなりました。すごく便利なので、この方法が皆様の創作に役立てられればと思います。コウモリは最初の3匹だけ描いて一括複製、時短ですね。今回、私はめちゃくちゃ急ぎながら描いています。実は、今の映像、締め切り1日前、ハロウィン前日の10月30日に描いているんですよね。ラフの確認をすでにいただいていたのに、まだ確認されていないと勘違いをして、締め切り5日前まで待機、こちらの解釈違いでもう進めていいと気づくも、大学の課題でギリギリまで作成できずに、3日前くらいから清書のスタート。先ほど流れたシェーパー3で、E でモデルを作っている映像も2日前くらいのものでした。あらゆる時短術を駆使して、10月31日の21時に Twitter に投稿。本当にやばかったですね。フェルルネさんとサンさんには16時に完成します。18時に完成します。20時に完成します。と、どんどん時間を遅らせてもらい、本当にご迷惑をおかけしました。しかし、完成品を非常に喜んでいただけたので、本当に良かったです。ここまで追い込まれてしまったのは、イラスト制作の話は3ヶ月前から出ていたのに、なかなか進めなかった自分が原因なんですよね。この経験から、制作は早く進めるべきという、至極当たり前のことを学びました。アホですね。向かって右側にいる少女、サンさんの線画を描いています。前回の動画で動き回ると、森の木の葉が擦れる音がしそうな形状なので、このスカートを取り入れたと伝えました。そんな音がしそうな風景といえば、イロハスの CM のような爽やかな景色が想像できますが、私の好きなアリスの映画であるアリス・イン・ワンダーランドは、それとは、かけ離れた薄暗くて荒廃した森が舞台なんですよね。調べて分かったのですが、この映画は、ティム・バートン監督の作品らしいです。彼の作品で有名なのは、ナイトメア・ビフォア・クリスマス、やチャーリーとチョコレート工場、フランケン・ウィニー、ですね。どれも独特で非現実的、
奇妙な世界観が素敵だと思います。その中でも、私が最近見たもので、一番印象に残っている作品は、ティム・バートンのコープスプライドです。水色の肌のゾンビのお姫様が、青白い肌の青年と婚約するお話。皆さんも一度はキャラクターを見たことがあるのではないでしょうか。ネットフリックスで偶然見つけた強烈なビジュアルに思わず再生してしまい、見事に世界観にはまりました。腕がちょくちょく外れたり目玉がこぼれ落ちるヒロインという設定も素敵だし、周りのまがまがしい景色も好きです。あと、この作品は 3DCG ではなくストップモーションというコマ取りで作られた作品なんですよね。実際に人形を作って一枚一枚写真に撮影して作る手法なので、キャラが喋るシーンとかは撮影するたびに顔のパーツをはめ替えてまるで喋っている風に見せているんですよね。途方もない作業なので私には到底真似できないと思います。ストップモーションを作るためには修正が難しい分、キーフレームを調整すれば作成できる 3 で ECG 以上の熱意と歳月が必要だと私は考えているのですが、私は今年の4月頃7年かけてほぼ一人で作り上げた作品ジャンクヘッドという映画を見に行きました。熱意やばすぎませんか？もちろん作品もいい意味でやばかったです。グロテスクでスチームパンクでキャラが可愛くてドロヘドロとピングーを足して2で割ったようなあの作品、皆さんにも一度は見てほしいのですが、今のところ映画ジャンクヘッドが全編配信されているサイトはないですね。ネットフリックスで配信してほしいです。今、謎の単語を大量に書き上げていましたね。あれは、これから描くものリストです。おそらく、この映像は、10月31日の映像で、本当に時間がなくて焦っていた頃です。私は、焦れば焦るほど頭がフリーズして手が動かなくなってしまうので、まだできていないのは、何かを一気に書き出して、それを元に描いてはリストから消していく、という方法で進めました。とにかく、小さなことからコツコツと、アニメ制作会社が舞台のアニメ白箱で、とにかく切羽詰まった状況でも突き進んでいく主人公、宮森葵さんのセリフです。こういう時、自分を奮い立たせてくれます。アニメを見てるこっちですらヒヤヒヤする状況でもなお進む宮森さん、めちゃくちゃかっこよくないですか？白箱の中で一番好きなキャラであり、憧れです。どんどんドーナツ、ドーンと行こう。そういえばアニメ業界にとどまらず、ゲーム業界、デザイン業界においても、クリエイターは素晴らしい作品を作り上げるのに薄給だったり食いつぶされている現状ですよね。そんな環境を変え、さらにクリエイティブ活動の普及、促進を促すことを目的としたクリエイターエコノミー協会というものがベース、ノート、ウームなどの会社が協力して設立されたらしいです。活動内容はクリエイティブの普及、促進、クリエイターの保護、クリエイターの活動を促進するための政策提言らしいです。素晴らしい作品を生み出していくクリエイターたちが食いつぶされる世界は本当に嫌なので、このような活動を、考えが日本のみならず世界中に広まってほしいです。じわじわと、じわじわとタスクが終わっていき、最初は大小様々あった15個のタスクが、あと6個になりました。感動しますね。そういえば、この日は、後日肩が痛くなるくらい、ずっと、このイラストを描いていたのですが、寝起きで少しだけクラスターと UVRSNS で遊んでいたんですよね。クラスターの大規模アップデートが来るとかなんとか、Twitter で見かけたので、ちょっとサイトを覗いたら、ツイステのハロウィンスタンプラリーイベントがやっていたんですよね。ツイステについて、MMD で見た青い長髪の男性が登場すること以外全く知らないまま、道中いくつかある他のスタンプラリーステージには行かずに、なぜか最後のステージまで一直線で行きました。そこは映像を見るとスタンプゲットという条件だったのですが、私が唯一知ってる青髪のキャラが一切登場しないまま映像が終わりました。そのキャラしか知らないから、
そのキャラが登場するシーンを見たかったですね。彼は、アンダーテールでユーサンズのような、影で活躍するタイプのキャラなのでしょうか。そういえば、ツイステってディズニーの作品なんですね。最近、私が、ディズニー関連で衝撃を受けたのが、キングダムハーツの空が、スマブラの最後の追加キャラだった、という、紹介映像を見て絶叫しながら喜ぶ海外の方の反応でしたね。日本で作られたゲームに、なぜ、そこまでの熱量と過激な反応をするのか。その謎を解明するため、Amazon の奥地へ向かいました。嘘です。ネットで普通に調べました。キングダムハーツは、スクエア・エニックスの野村哲也さんが64マリオを見て、こんなフル CG で動き回る作品を作りたいと言ったら、マリオに対抗できるキャラなんてディズニーくらい有名じゃないと無理だよと言われたのがきっかけだった。しかし、ディズニーと作られたことが理由で、著作権法に厳しい壁がある。その壁を乗り越えて、スマブラに空が参戦。登場した空が発する、お待たせの一言。そして、最後にキングダムハーツが作られるきっかけになったマリオとその主人公の空が握手。ありがとうサークライ。エモ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 エピソードだと思いませんか？あと、桜井さん天下のディズニーとやりとりして説得させたって、やばすぎませんか？とんでもないエンターテイナーだと思います。私も、権力を持ったら人を感動させることに権力が使えるようになりたいです。海外に来と同じ感動を味わってみたいと考え、エピックゲームスで販売されているキングダムハーツを見たら高かったので買えませんでした。でも、いつか絶対に買います。面白そうなので。バラを描いていきます。そこかしこに散りばめられていますが、バラは一番自信のない装飾で、うまくあの立体感を描けるかどうかわからない、ラスボスのような存在でした。しかし、一個バラを描けば、あとは角度を調節して量産することでなんとかなりました。ここまでずっと描き続けているので、スポーツでいうランナーズハイやゾーンに入るみたいな状態になっており、バラというハードルを軽々と飛び越えられたのでしょうか。スポーツといえば、昨日大学の授業で、性格や心の状態などを見て2つ名をつけてみようという課題があり、私はクラスメートから、作品制作に対する向き合い方がストイックでスポーツマンみたいだと言われました。確かに、毎日、何かしら、作品関連で手を動かしていますが、そう評価されるとは思いませんでした。その理論でいくと、イラストでも動画でも、作品を毎日投稿している方はみんなストイックなのでスポーツマンみたいですよね。バラの椅子が描き終わったので、足とつないでいきます。この場合、椅子の足が、まっすぐではバランスが悪いように感じたので、全体的にカーブを描かせてみました。改めて見ると、パックンフラワーみたいな形してますね。一級建築士が、つ森の建築をレビューする動画で、壁と床の間に幅木がないのは建築的に変だと指摘していたことを思い出したので、そこに黒い幅木を追加しましたが、幅木って日本の建築独特の文化ですかね。この建物は洋風をイメージしていたので、もしそこだけ日本チックだったとしたら、ちょっと変な建築になってしまっているかもしれませんね。フェルルネさんの背中の装飾を描きます。椅子に座らせるまで立体感を把握できなかったので、後回しにしていました。くるくる、リボンがギザギザギザあって顔を出しているの、可愛くないですか？最後に、テーブルクロスの輪郭を強調して完成です。制作時間は約34時間でした。やはり背景があると、その分時間がかかりますね。ハロウィンイラストを描きたいという私のわがままに快く答えてくださったクロリラのフェルルネさんとさんさん、ありがとうございました。おかげで素敵なイラストを描かせていただくことができました。そして、いつ投稿するかは未定ですが、本イラストを元に作成した VR ワールド、クラスターというメタバースプラットフォームに投稿しようと考えていますので、楽しみにしててください。最後までご視聴いただきありがとうございました。Twitch で好きな時間に配信をしているので、興味があれば概要欄リンクから見に来てくださいませ。
次回の動画でお会いしましょう。ではまた。